本日は、水田における、土壌から稲へのセシウムの移行のメカニズムについてということで、私土壌中の水や物質の移動を研究する立場から、この課題に、報告したいと思います。最初にセシウムと土壌との関係、土壌に固定されるということについて、少し説明しておきたいと思います。で、セシウムが、フォールアウト3月下旬にしたときには、水溶性の、ほとんどが、水溶性の形で、地面に落ちてきたというふうに私は思っております。で、このセシウムは、イオンは、陽イオンであって、土壌に固定するわけですけども、その土壌以外の、有機物にも固定されますけれども、その形態には2つに大きく分けられる。で、ここで弱い固定と呼んでいきますけども、陽イオンですので、電荷を持った、不電荷を持った土粒子や有機物の表面に引き付けられると。で、これは交換性陽イオンと言われるものです。で、一方ですね、特定の粘土鉱物の表面に、強く固定されるということが言われております。で、土壌や固体表面へのイオンの固定の強さというのは、分配係数であると、やや専門的な言葉になりますけど、表されます。で、これは、土壌水の中に存在するセシウムイオンに対して、土壌に固定されているイオンの割合であります。日本の水田土壌で、セシウムについて、実験室で研究したこの分配係数によりますと、200から2万倍、数千ぐらいということは、土壌水中に存在するセシウムの数千倍ぐらい、あるいは1万倍を超えるぐらいが、固層に吸着されている、固定されているということであります。ただ、この強い固定には時間がかかるという、実験室でも時間がかかります。私は前回の、報告会の時に土壌中のセシウムの挙動ということでですね、移動速度を測定した報告をしました。で、その測定に基づく結論は、放射性セシウムはですね、フォールアウトからの当初、2、3ヶ月は水分子の10分の1から20分の1の速度で早く動いていたけれども、6月以降、移動速度が1桁低下している。水移動の200分の1程度になっているということを報告しました。したがって放射性セシウムの土壌への強い固定には時間がかかるプロセスであるということであります。で、このことは、弱い固定は短時間で、平行に達しますけれども、強い固定に時間をかけて進んでいくということだと考えられます。で、このことは、当初は、植物にも吸収しやすい形態のセシウムが、多かった。それが次第に、植物に吸収されにくくなっていくということを意味するものであります。根がどのように、イオンを吸収、セシウムを含むイオンを吸収するか。で、葉からの蒸散によって根は、水を、土壌水を吸収します。根の中の圧力が下がって水を吸収する。この蒸散に伴う水の流れによって、イオンが根の中に入っていく。ただし、自由にイオンが水と同じように通過できるわけではない。そういうことになりますと、植物の中で塩類が集積してしまいますので、基本的に根は半透膜を介して土壌水と接している。で、ここで、選択的に必要なイオンを通過させるという形で、吸収されていくということになります。で、いくら土壌中に、イオンが存在していても、で、土壌に固定されているものは吸収できない。土壌水に溶けているイオンの形でしか吸収できないわけですから、それが少なければ、根には吸収されないということになります。土壌にはセシウムを吸収するのに
十分な量の粘土が一般に存在する、粘土量が少ない土でもですね、5% 程度は含まれております。根本先生のお話によりますと、先ほどの話のようにですね、セシウムの移行が大きかった、水田は、夏7、8月に、セシウムをたくさん吸収している。で、これはフォールアウトから4、5ヶ月も取っているわけで、その夏になるまで土壌に強く固定されないで水溶性のセシウムがどのようにして存在し得たのかということが、稲のセシウム移行が大きい水田があるというそのメカニズムであります。で、この点を解明しなければならない、研究課題になっているということになります。これは農林水産省が、この問題の中間検討会の資料を公表したものから引用したものですけれども、横軸が、土壌中の放射性セシウム、縦軸が玄米中のセシウムで、土壌セシウムに対する玄米中のセシウムの割合が、移行係数と呼ばれます。で、移行係数を見ますと、これとこれとの比になるわけですけども、ほとんどの、これはセシウムがたくさん出た地域のデータですけども、福島県のほとんどの水田では、検出限界以下というものも多いわけで、移行係数で言えば 0.01 以下がほとんどでありますけれども、大きい場合には 0.1 を超える水田があると。で、移行係数は、2桁ぐらいにわたって非常に広くばらつくと。これは相当不思議な現象であろうというふうに思います。で、なぜですね、移行係数が従来最大値と考えられていたような 0.1 を超えるような水田が生じるのかと、いうことについて、まず私は結論を先に申し上げます。で、私の考えるメカニズムはですね、ここで、有機物媒介説と呼んでおきますけども、有機物を媒介として、セシウムは、稲に移行したというふうに考えます。ここでいう有機物というのはですね、3月の下旬にセシウムが降下したときに水田の表面を覆っていたものです。で、これはですね、土壌中に有機物はいろんな形で存在していますけれども、土粒子と結合したような安定な有機物を言っているんではなくてですね、フレッシュなですね、できたばかりのというか、分解過程にある有機物です。で、一つは、落ち葉起源のもので、それからですね、雑草です。それから稲わら、とですね、こういうものにまずセシウムが付着して、あるいは吸収され、で、これが水田は、その後、荒起こしを後期されて、それから水を張って白かきをされますから、本当は土壌中で混合されるということになります。で、混合された後ですね、気温が上昇する夏にこれが分解されて、セシウムを水溶性のセシウムを放出して、それが稲に吸収されたのであろうというふうに考えます。で、セシウムが有機物に固定されたことで、その間、土壌への強い固定を免れたというふうに考えられます。で、もう一点重要なのは、で、このメカニズムがどういうところで働いているか。で、大きなですね、セシウム移行が生じている水田の特徴として、これまで私が調査してきた限りではですね、いずれも浸透量が非常に小さい水田である。で、これは、排水不良田だと言っていいです。で、なぜ、浸透量が非常に小さいというのは蒸発したり蒸散したりする量に比べて、浸透量がそれよりもかなり小さいという意味です。で、一つは
おそらく、そういう排水不良電は還元状態ですので、有機物の分解が遅いと、いうことがあります。で、もう一点は、土壌水が浸透しないんで動かないということですね。セシウムを吸着した有機物から発生した、水溶性のセシウムが、それだけ土壌に固定されにくい、その間に根が吸収できるのではないかというふうに思います。で、それでは具体的な、事例について、お話しします。これは、最初に予備調査で、セシウムが約500ベクレルとなった二本松の例です。で、ここは、三方を山に囲まれた北斜面の棚田で、日当たりが非常に悪い砂質道です。で、ここ山に囲まれていてですね、それでここが非常にメカニズムを解明する上で鍵を握る水田だと思っております。で、その理由はですね、それぞれの水田が、何ベクレル出たかっていうのが分かっている。で、一番上の水田が300で、2番目が500、290となっている。で、2枚目の水田から一番大きい。で、ここは同じ工作者が同じように肥料を与えて同じように作っているわけで、土壌もほぼ似たようなものですから、この違いが何によってもたらされるかということが非常に重要だというふうに思います。で、湧水が、山からの湧水、これはですね、ほとんど地下水経由だと思いますけれども、ここ1枚目の水田に出てる。で、それから 2枚目の水田にはですね、暗渠を通して、つまり地下のパイプを通して土の中を通った水が入っていくっていう形です。こちらからも暗渠で入っていく。で、地表水が入るのは、ほとんど1枚目の水田なんだということですね。で、ここからはそれほど、大きくは、小さくはないけど、大きな、移行は生じていない。こちらはですね、地上で線量を測った。で、我々の測り方はですね、サーベイメーターにナンバリングポリメーター、遮蔽をして、地面の下からのみ、周りからの影響を受けないようにして、線量を測定いたします。で、その値なんですけれども、揚水あたりが高いという、湧水の値はこの辺ですけど、これが特に高いということはありません。で、それからですね、土壌についてですけれども、参考までに、郡山の農業総合センターの通常の廃炉低地度の畑と、水田と比べてみますと、粘土分が少ない割に有機物は多いと。有機物を特に残しているわけじゃないけど、多い。分解がしにくい水田だということがわかると思います。で、土壌から土壌水を抽出することをやってみたけれども、水溶性セシウムは検出限界以下でした。土壌中の放射性セシウムの分布です。で、これは500ベクレルの2枚目の水田で2箇所で取ったもので、単位質量あたりと単位体積あたりで表しております。で、後期されて、白書きされて、攪拌されているわけです。で、にもかかわらず、表面のところに非常に、セシウム、放射能が集まっている。で、これは、攪拌が不十分かっていうとそうでもなくて、トラクターで普通に後期、白書きが行われています。で、それにもかかわらず、表層2センチに、高濃度で、存在していると。で、この意味するところはですね、セシウムが吸着した軽い有機物が白書き時に浮き上がったと考えられるということです。で、このですね、形は、かなり上に寄っているんです。他の水田と比べるとですね。で、作動のですね、地上線量を測定しました。先ほどの
これですけども、この値が、地上で測定される線量の値が索度平均のセシウムがほぼ同程度の郡山のですね、高北水田の2倍もあります。で、これは、地上で測定される線量というのは、セシウムが、後期されて、下の方に行けば、土壌で遮蔽されて弱くなるんですけども、それが強いというのは、放射能が地表面付近に集まっているということを意味しています。これをサポートする、結果になっております。で、このことから、考えますとですね、土壌表面を覆っていた微細な有機物、これは、後で言いますけど、落ち葉に由来する、腐食のような有機物だと思いますね。ここに硬化した放射性セシウムが固定された。で、これが白かき、反転されて白かきされたけれども、水の中で浮き上がって、内部にはあまりいかなかったんだろうと思います。で、これが、夏に温度が上昇して有機物の分解によって水に溶けて稲に吸収されたんであろうというふうに思います。次にですね、これは非灌漑期の12月に調査に行った時の、写真です。これが2枚目水田。これは3枚目を表しています。で、ここで重要なのは、この500ベクレルで出た2枚目水田は、冬にいつも淡水状態にあります。で、我々は 2回ほど言ったけども、その都度ということですけども、降雨の直後でもない数日経ってでも、淡水状態で、地下水は下がっていて、外からどの水田にも水は入っていない状態です。で、そういう状態で、2枚目だけが常時淡水。で、1枚目は部分的に淡水しているような状態でした。で、3枚目以降のものは、全く淡水がない、状態でありました。したがってこのことから判断すると、2枚目は浸透量が極めて小さい水田であると。雨が、冬ですから蒸発散が小さいんで、ほとんど水が減らないということです。で、1枚目はやや小さい。で、3枚目以降は浸透量が大きいということで、この順番になっているというふうに思います。ですから、浸透量が小さいことが極めて非常に重要な要因になっているのではないかというふうに考える次第です。で、この水田でセシウムを起こした有機物と言っているものの実態は何なのかということを調べようとしました。で、これは土を攪拌しまして、数分間沈降させて、上澄みを取り出して、それをトレイに開けてで、乾燥させた。で、そうすると薄い膜状の塊に、塊というかシート状のものになったんです。で、それを、そのですね、表側が黒い、かなり茶色というか、かなり黒っぽい状態です。で、裏側は、粘土の色です。粘土シルトです。ですから、で、この黒い部分というのは、極めて薄い、塗ったような黒です。で、裏側は、粘土シルトがあるというものです。で、この黒というのはですね、先ほど水が多いっていうこととですね、それからこれは落ち葉が入っているっていうことを確かめに行ったんです。で、これはこの秋の落ち葉です。それで、この黒は落ち葉は鉄を含んでいて、フルボ酸というものの黒ではないかと、
で、落ち葉起源の有機物ではないかというふうに思います。で、先ほど、中西先生が、イメージングプレートで、例を、のお話をされましたけど、これをイメージングプレートで確認すると、黒い側ですね。ここに、放射性セシウムがたくさん固定されているということで、裏側には、ほとんど含まれていない。でつまり、粘土シルトには土にはほとんどなくてですね、有機物と思われる部分に、で、これはもう、量的にはわずかな量、質量としてわずかな量ですけど、ここにですね、大量のセシウムが含まれているというふうに考えられます。次の例ですけれども、同様に、砂湿度でたくさん移行が起きた例を紹介します。これは南相馬市が試験を行って、南相馬市は昨年度のというか今年度というか作付けをしていないんですけれども、11カ所の水田で試験的な作付けを行っています。で、ここではこの測定は東大のアイソトープセンター、総合センターが協力して、高精度で線量測定をやっていて、用水の濃度も高精度で出しているという特徴があります。で、土壌セシウムは、1000ぐらいですから、そんなに大きくはないんです。で、ですけれども、それで、2箇所、例外的に移行係数が大きい水田が2つあって、0.17、0.26と。玄米自体は、土壌の量がそんなに多くないからそれほど大きくないんですけど、移行係数から見ると極めて高い水田です。で、これがどういう水田かというと、どちらもですね、海岸に近いところで津波をかぶった水田なんです。なぜ津波をかぶった水田が、セシウムが、移行が大きかったのかということですけれども、津波をかぶったところを、後期されていない部分の断面を見てみますと、津波によって運ばれてきた、海洋性の有機物が2センチ程度あって、その下が、津波が運んできた堆積物があるわけです。堆積物がですね、元の土の上に乗っかってる。元の土は粘土ですけれども、で、その10センチ部分ぐらいが砂で、その上に、有機物が極めて多い部分があります。で、この色が黒い色をしております。で、おそらく、海藻起源の有機物だろうと思います。海藻の鉄が多いそうで、やはり、フルボ酸鉄がよくできるそうなんで、その色であろうと思います。つまり、この土壌のフォーメーションというのは、二本松と同じだということであります。で、線量、この飛行機の部分の線量を見ると、ここのところにですね、放射能がほとんど含まれているという状態です。で、稲への移行のメカニズムは全く、二本松と同じだと思います。有機物源が、落ち葉起源じゃなくて、海藻起源であるという点が違うだけであろうと思います。次にですね、粘土質の場合です。伊達市や、福島市の大波地区等は、砂湿度ではないです。で、こちらは大波の、玄米630ベクレルの水田です。こちらは伊達市、距離的には近いところです。で、これは580ベクレルの水田ですけれども、大波の場合は、山側に少し落ち葉がありますけれども、表面を見ると、雑草が生えている。これはスズメの鉄砲とかスズメの片びらとかいうらしいんですけれども、私はあまり詳しくありませんけれども、雑草に覆われている。で、こちらも、伊達の方も雑草で覆われているということがわかります。で、伊達の方は稲わらも残しておりますんで、
雑草の下に稲わらが残っている。もう一つ、この調査で、この時、雨が降っていて、20ミリ程度の雨だったわけですけれども、この程度の、それほど大きな降雨ではないわけですけれども、どちらも水が溜まっている、淡水状態になっているということが分かります。で、このことは、やはり、事前に土壌は水で飽和していたということでありまして、浸透量が小さい水田である、排水不良田であるということを示しております。土壌中のセシウムの分布を見た。やはりですね、二本松と同様に地表面に、これは2箇所の質量あたりのベクレルを2箇所を重ねて、それぞれの箇所で2箇所取ったという意味ですけれども、やはり0.2センチのところに、高濃度になっていて、セシウムを吸着した、私はここの場合は、雑草起源、それから稲わらも含まれると思いますけれども、これが、白かきの時に浮き上がって、表面に集まったというのであろうというふうに思います。粘土質の場合の、セシウム吸収のメカニズムも基本的に、同じであります。雑草にセシウムを吸着あるいは吸収した。ここには稲わらも含まれます。で、後期して、白かきをしたけれども、表面に比較的近いところに集まって、これが、分解して、稲に吸収されたと。で、それでは、有機物がない場合はどうかということですけれども、これは一例だけです、示すことになりますけれども、先ほどの伊達の水田に近接した秋起こしをした水田があります。秋起こしっていうのは、刈り取った後で、後期をするということですね。こうやると雑草が生えておりません。で、まず、この水田では、玄米220ベクレル。それほど小さい値ではないけれども、先ほどと比べれば、2.5 分の1ぐらいになっている。ただ、この場合の稲わらがかなり表面に見えておりますので、ここに、これは、この冬ですけども、去年も同じように秋起こしをしていたらこういうふうになっていただろうということであります。先ほどの、草が生えているっていう話も、今が観察して草が生えているっていうのは、1年前、つまりセシウムがフォールアウトした3月の状態も同じようなものであっただろうという仮定して、話をしております。これはあと、あれですね、渡り地区というところがありますけども、ここも、一部に雑草が、生えているという状況であります。で、次にですね、雑草や藁のセシウムをどの程度固定するかという実験をすることにしました。で、現場で、雑草を生えたまま、土壌をですね、乱さないようにサンプリングしてきまして、ポットに入れて、実験室内でここにですね、薬品のセシウムを、散布するという実験を、田野地先生にお願いして、一緒にやりました。で、セシウム137をですね、8000ベクレルを 100cc の水溶液として、数日置いて2回散布。で、この濃度はですね、昨年3月下旬にフォールアウトが生じた時の、降雨と同程度の濃度を想定しております。で、一つは、地上にスプレーでここに散布した。で、もう一つは、地上にかからないように、それから藁にもかからないようにですね、このポットの周囲の土に入れたと。これは、雑草が根からセシウムを吸収するかどうかを確かめるためです。それで、
飼料の質量と測定された線量と、こちらはですね、この8000ベクレルに対して、それぞれの部分がどれだけ移行したか、散布したもののうちがどれだけ含まれるかということを表しております。でそうしますと、散布したセシウムのですね、これが地上スプレーした場合の地上部分に25% も固定された。で質量としてはわずか3グラムしかないんで、索度の10センチ層の 0.3% しかない質量の部分に 25% のセシウムが固定されたことになるということになります。で、質量、有機物の質量あたりで見ると、このセシウム濃度っていうのは土壌の濃度に比べて桁違いは有機物軽いですから、土壌一番濃度の高い 0.1 センチで新たに固定された部分濃度と比べると、はるかに高い。でそれから、根からもこの場合では、それほど大きくはないですけれども吸収されている。で、もっと均一に土の中に散布すればより多く吸収された可能性が、あると思います。でこれはRI センターが測定された田野井先生と小林さんが測定されたですね、イメージングプレートの画像です。でここに何も見えてないのがあります。でここには主役のセシウムを散布していない、今生えている草そのまま持ってきたものです。でここにはセシウムはないということは、昨年3月に降ったセシウムは吸収していない。今の雑草は全く吸収していないということを意味します。でこちらは、地上に散布したものは、たくさんある。でポツポツ見えているのはおそらく地上で付着したものだと思います。で、それに対して均一に見えているのはかなり根から吸収したものがあるのではないかと思います。で、ポットの縁だけに散布した。でこれもこう見えてますんで、これは明らかに根からも吸収しているということを表しております。で、セシウムを散布した直後、これ数日置いて2回、入れてますけれども、今回はその後水は供給していない状態ですけれども、おそらく、セシウムを散布して数週間はよく植物はこの草は吸収するんだろうと思いますけれども、数ヶ月も経ったものは全く吸収していないということが分かります。セシウムが大きく稲に移行するメカニズムとしてですね、用水を経由して、山の水が入ってきたのではないかということが一般に懸念されておりますので、この点を検討しておきたいと思います。で私は先ほどご説明しましたように、移行係数が突出しているような水田というのは浸透量が少ない水田であります。その前にですね、用水量、水田の用水量、外から入ってくる灌漑水量ですね。これはどのように、決まってくるかといいますと、水田の水の収支を考えますと、浸透する量がある。これは排水路に向かって浸透する、直接浸透するものもありますし、地下水に浸透する場合もありますけれども、それで、出ていく方は、蒸発産量というのは水面からの蒸発と、稲の葉からの蒸散の両方を表した含めたものです。でそれから雨として、入力してくる。それから、降雨が大きい場合に過剰な雨が地表から排水路に向かって排水されるというものがありますけれども、地表排水というのはそれほど大きくないと考えて、見ますと、一般に、降雨量の方が蒸発産量より多い
のが普通というか、我が国の条件です。で蒸発散量は、夏の7、8月であれば、晴れた日ならば3、4ミリ、平均的に3、4ミリですね。で、これより、昨年の福島県の降雨量の方が多くなっております。で、そうすると、この部分を、蒸発散量と降雨量、地方排水量が釣り合うと考えると、大雑把に言って、用水量というのは浸透量で決まる。浸透量にほぼ等しいと思っていいものです。で、したがって、浸透が小さければ用水量も小さい。浸透が多ければそれを補うために用水量もたくさん入ってくるという関係になっております。浸透量の方は水田によって非常に多様です。ほぼゼロから、1日40ミリ程度の場合まであります。あまり大きすぎれば水がたまらないということになる。用水と一緒に入ってくる物質の量を考える。でこれは、用水量、これは先ほど言ったようにほぼと浸透量です。でそれに、用水に含まれる物質の濃度をかけたものになります。で、用水量が多いほど、つまり浸透量が多いほど、セシウムの流入量も多くなる関係になっているはずです。実際、突出した移行係数が生じているのは、浸透量が小さい水田です。浸透量が小さい水田では、外からのセシウムの流入量は少ないわけで、したがって、用水経由のセシウム流入が大きなセシウム吸収の原因ではないということは言えます。実際例を見るとですね、用水を入れてない水田もあります。例えば先ほどの伊達の水田は、6月末の中干し以降、用水からセシウムが入ることを心配して全く用水を入れなかった。で、入れなかったけれど豊作になってしまった。というのは、浸透量が少ないから、雨だけで水が賄えるんです。つまり、大部分雨しか入っていないような水田で、大きなセシウムの移行が生じている。で、これはですね、もう、明らかに、用水が原因ではないということが、論理的に言えると思います。で、用水系のセシウムの影響、これは、用水量かける用水のセシウム濃度なんですけれども、用水の濃度どのくらいかっていうことですけれども、福島市や伊達市では今まで、測定にかかったものがないで、2ベクレルパーリッター以下で多分1ベクレルと比べてかなり低いと思います。でしかし、水源地がですね、高濃度の汚染地帯の場合には1ベクレルを超えるところがあります。南相馬市もそうですけれども、平均的にはかなり高い濃度になっています。で、濃度1ベクレルとした場合に、ですね、用水が多い場合、例えば、20ミリパーで1日20ミリだとすると、一作で2000ミリ程度の水深に相当する水が水田に入ります。で、これに含まれるセシウムの量っていうのは、1平方メーターあたりですね、2000ベクレルで、作度平均にすると13ベクレルぐらいになります。で、これに対する移行係数が、用水として入ったんだから非常に移行しやすいと考えて 0.2 と仮定するとしますと、玄米に対して26ベクレル程度の気温になって、これは小さくはないと思います。しかし、浸透量が小さければ、用水が1日2ミリぐらい、この10分の1であれば、
この寄与は、玄米に対して数ベクレル、1ベクレルとか2ベクレル程度になりますから、これは無視できるということになります。で、したがって、用水の濃度が比較的高くて、しかも用水量が大きいような水田に対しては、これを防ぐ手立てをしても悪くはないと思います。こういう用水対策は、用水路に吸着剤ですね、稲原もみ殻ゼオライト等を入れるということで対応ができるというふうに思います。土壌カリウムの影響なんですけれども、これは農林水産省の資料で、土壌中のカリウムと玄米との相関が高いということが出てますんで、おそらくカリウムが吸収を促進しているというのは確かなんだろうというふうに私は思いますけれども、この点、稲の専門家ではないんですけれども、物質循環の立場から見ますとですね、先ほど根本先生もお話されたように、カリウムは用水に含まれている、河川水にも大体、1ミリグラムパーリッター程度含まれています。で、大波の川の水、沢の水もこれぐらい我々の測定で含まれております。で、これがですね、平均的な用水量、浸透量が10ミリ程度あれば、灌漑水の流入で稲の必要なカリウムは十分賄えるわけです。で、もしですね、横軸に用水量をとって、つまりこれ浸透量になるわけですけども、これで供給される量になりますんで、土壌カリウムとの関係を取ったとすると、こういう比例関係になるだろうと。もし肥料としてカリウム供給がない場合ですね、用水だけで供給すれば用水量が多いほど土壌カリウム濃度は高くなると。で、そうするとこのグラフは横軸が、土壌カリウムなんですけれども、同時に浸透量をとっても同じような関係ができる。つまり浸透量が原因である部分が重ね合わされている、あるいは相乗効果かもしれないということを表しているだろうという、そういう可能性があるというふうに思います。以上、ですね、有機物を介して、吸収されたであろうということをやりますけれども、今後の対策としましては、もうこの私の説がもし正しいとすればですね、セシウムの、表面種子も吸着していった有機物の分解が今後進むとは考えられます。で、来年以降の移行は、かなり減るのではないかという予想はされますけれども、これは有機物の分解の速度によるんで、雑草のような場合は早く分解されると思いますけれども、腐食のような場合はなかなか時間をかけてじわじわ分解されていくのかもしれない。で、すでに後期した水田であれば、田植えの前に田面をなるべく乾かして、土壌をよく混ぜ、で、放射性セシウムを付着した有機物の分解を促して、土壌への固定を進めるのが良いだろうと思います。また、まだ、後期水田、後期していない場合には、セシウムを付着した有機物が表面に残っているのであれば、これを除くと。例えば津波をかぶった水田のような場合ですね。これは有効な対策になるであろうというふうに考えます。時間ですので、以上といたします。この私の研究は多くの方との共同の協力をいただいたものであります。ここに謝意を表したいと思います。ご清聴ありがとうございました。